江戸時代の日本にこんな少年がいました。まだ幼いその子は、ある夜、家族にこう打ち明けたのです。私は、前は別の家の子供だった、と。しかも、その話は、後に国を代表する学者が記録に残し、少年の生きた村も、お墓も、今なお確かめることができます。これは、作り話ではありません。実在した生まれ変わりの少年、勝五郎の物語です。時は文化12年、西暦で言えば1815年。武蔵野国、多摩郡の中野村、今の東京都八王子市東中野にあたる小さな村で、一人の男の子が生まれました。名前は勝五郎。ごく普通の農家の子供です。田畑を耕し、季節の巡りと共に暮らす。そんなありふれた家に育った勝五郎に、誰も不思議な出来事が起こるとは思っていませんでした。文政5年、1822年のある夜のことです。この時勝五郎はまだ7歳でした。姉と遊んでいた勝五郎は、不意にこんなことを口にします。ねえ、姉さんは生まれる前はどこの家の子だったの？突拍子もない問いに家族は驚きました。けれど勝五郎は真面目な顔でさらに続けたのです。私はね、前はほどくぼ村の東蔵という子供だったんだよ、と。前は別の子供だった。幼い子の空想でしょうか。それとも。勝五郎が語った前世はこういうものでした。自分はかつてほどくぼ村、今の東京都日野市ほどくぼにあった村の須崎東蔵という男の子だった。けれど6歳の時、放送、今でいう天然痘にかかり、幼くしてこの世を去った。家族ははじめ信じませんでした。けれど勝五郎の話はあまりに細やかだったのです。前の家の様子、家族のこと、暮らしぶり。子供が知るはずのない具体的な話が次々と出てきました。やがてその話が本当かどうか、実際にほどくぼ村へ確かめに行くことになります。すると勝五郎が語った通り、かつてその村に東蔵という名の男の子がいて、幼くして亡くなっていたことが分かったのです。会ったことも行ったこともないはずの村。その出来事を勝五郎はなぜ知っていたのでしょうか。この不思議な話は村の中だけにはとどまりませんでした。人から人へと伝わり、やがて評判は江戸の中にまで届きます。いつしか勝五郎はほどくぼ小僧と呼ばれるようになりました。生まれ変わりを語る少年がいる。その話は多くの人々の好奇心をかきたて、身分の高い人々の耳にも入っていったのです。この噂に強い関心を寄せた人物がいました。当時を代表する国学者、平田篤胤です。篤胤は文政6年、1823年、勝五郎を自分の屋敷に招き、本人からじっくりと話を聞き取りました。そしてその内容を一冊の書物にまとめます。題して、勝五郎再生記文。一階の農家の子供の話が名だたる学者の手で記録として書き残された。これこそが勝五郎の物語が今日まで確かに伝わっている大きな理由です。後に勝五郎は篤胤が開いた学びの塾、伊吹の矢に入門し、その門人にもなりました。不思議な少年と時代の学者。二人の縁はこうして結ばれていったのです。その後の勝五郎は
どうなったのでしょうか。特別な人生を歩んだわけではありませんでした。彼は父の後を継ぎ、農業や商いに励みながら、一人の生活者として静かに生きていきます。そして明治2年、西暦1870年の初め、勝五郎は55歳でこの世を去りました。亡骸は下湯木村の永林寺に葬られ、その墓は今も残されています。物語にはまだ続きがあります。明治の世になると、日本を愛した作家、小泉役もラフカディオ・ハーンが随筆集、仏のは竹の落ち穂の中で、勝五郎の転生として、この物語を世界に紹介しました。こうして一人の農家の少年の不思議な話は海を越えて多くの人々に知られることになったのです。勝五郎が語った前世の記憶が本当に生まれ変わりだったのか、それとも別の何かだったのか、その答えは今もわかりません。けれど確かなことが一つあります。彼が確かにこの地に生き、その言葉が200年の時を超えて、こうして私たちのもとに届いているということです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の物語で。